自らの人生に責任を持っていますか？人生は自ら責任を取るものだ。松下幸之助。皆さん、こんにちは、こんばんは。今回は、経営の神様とも呼ばれた松下幸之助の言霊を紹介していきます。松下幸之助は、人生は自ら責任を取るものだという言葉を残しています。これには強いメッセージが込められています。戦後の日本を復興させた時代に、この考え方が多くの人々の心に深く響き、成長を後押ししました。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それでは、まず松下幸之助のルーツを探るところから始め、彼がどのようにこの言葉を生み出したのかを見ていきましょう。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、ハミルです。今日は松下幸之助さんについて詳しく聞けると聞いて、すごく楽しみにしてました。松下さんって日本を代表する経済界の人ですよね。でも、彼がどんな風にスタートしたのかは、あんまり知らないんです。松下幸之助は、戦後の日本で経営の神様とも呼ばれるようになった人なんだ。彼は1894年には岡山県で生まれ、貧しい家庭で育ったんだよ。貧しい家庭、どんな暮らしだったんですか？松下の家は農家だったけれど、彼が9歳の頃、家族が病気などで生活がさらに苦しくなってしまった。彼自身も学校に通えなくなり、大阪で奉公、働きながら住み込むことをして家計を支えることになったんだ。10代の頃に自転車店に勤め始め、そこで技術や商売の基本を学んでいったんだよ。すごく大変なスタートですね。でも、どうして経営の神様とまで呼ばれるようになったんでしょう？彼の人生の大きな転機は、電球ソケットの製造に挑戦したことだね。病気で退職せざるを得なくなった松下は、思い切って独立を決意して、自宅の一角でソケット作りを始めたんだ。この小さな挑戦が、やがて松下電器、今のパナソニックとして成長していったんだよ。そんなに苦労した松下さんが、日本の戦後復興にまで関わったって聞くと、本当に尊敬しちゃいます。どんな形で日本を支えたんですか？いい質問だね。戦後の日本は経済も社会も大変な時代だったけれど、松下は水道哲学を提唱して、庶民にも手に届く価格で生活に役立つ製品を届けようと考えたんだ。水道哲学って何ですか？それは水道のように誰もが必要な製品をいつでも手に入れられる状態を目指すという考え方なんだ。松下は家庭用の電化製品を安価で広く提供することで人々の生活をより豊かにすることが日本全体の発展につながると信じていたんだよ。なるほど。みんなが利用できる製品を作ることで日本全体の豊かさに貢献していたんですね。松下さんがそこまで考えていたって本当に人間味のある経営者ですね。彼が経営の神様と呼ばれる理由も少し分かってきました。彼にはどんな心情があったんでしょう？松下幸之助は人は財産という考え方を持っていたんだよ。彼は企業は人が育てるものだと考え、社員を家族のように大切にし、共に成長する姿勢を持っていた。社員が幸せになれば会社も発展すると信じていたんだ。社員のことを財産とまで考えるのは本当に先進的ですね。その通りだよ。松下は社員一人一人の成長が企業の成長に直結すると信じて、教育や福利厚生にも力を入れたんだ。この人間観や経営方針が、結果的に松下電器を大企業に成長させ、彼を経営の神様と呼ばれる存在にしたんだ。すごいですね。松下さんが一人一人を大切にする考え方が、日本全体の経済を支えていたってことですね。よくわかりました。松下さんが自ら責任を取るって言葉を残したのは昭和の時代だったんですよね。その頃の日本はどんな状況だったんですか？いい質問だね、ハミルさん。松下幸之助が活躍していた昭和期は、特に戦後の日本がまだ貧しかった時代だったんだ。戦後の復興期から高度経済成長期にかけて、日本全体が立ち直らなければという一体感で動いていた。多くの人が一生懸命働いて、国を立て直すために自分も何かしなくちゃと感じていたんだよ。国全体が一丸となって成長しようとしてたんですね。
でもその中で、どうして松下さんは自ら責任を取るという言葉を言ったんでしょうか？それは松下の人生観そのものなんだ。彼は、どんな環境にいても、最終的には、自分の行動の結果に責任を持つべきだと考えていたんだよ。人生を他人任せにせず、自分の力で道を切り開くことが大切だという信念が、彼の言葉に表れているんだ。なるほど。つまり、他人や環境のせいにせず、自分で人生をコントロールするってことですか？その通りだね。松下幸之助は、どんなに厳しい環境でも、自分の力で解決策を見つけて行動していく人だったんだ。自分の人生は、自分で動かすしかないという思いが、この言葉には込められているんだよ。でも、自ら責任を取るって簡単そうで、すごく難しいことですよね。どうして当時の人たちは、この言葉に共感したんでしょうか？いいところに気づいたね。当時の日本は貧しさや苦労の中で他人に頼らず自分で何とかするしかないという状況だったから、この言葉が深く響いたんだ。松下の言葉は、努力すればきっと報われるという希望を与え、自分がやるんだという勇気を人々に持たせたんだよ。だから、松下さんの言葉は単なる励ましではなく、その時代を生きる人たちにとってリアルな支えだったんですね。そうだね。ハミルさん、この言葉が人々に強く響いたのは、ただの理想論ではなく、実際に松下が行動で示してきた自己責任と挑戦の生き方だったからなんだ。彼の言葉が多くの人に受け入れられた理由は、彼自身がその姿勢を貫き通していたからだよ。当たり前のようだけど、今回の言霊の重みを知ることができました。これを未来に生かしていくために、どうしたらいいのかをディスカッションしたいです。それではハミルさん、3つのテーマを考えてみたんだけど、どれか話したいことはあるかな？自己成長への意識、失敗から学ぶ力、ポジティブな自己決定力。失敗から学ぶ力がいいです。私もそうですが、失敗をするとフリーズしてしまう人が多いように感じています。失敗することは、ロボットじゃないからあり得ることだと思うんです。しかし、失敗した時に、どうしたら人生は、自ら責任を取るものだ、という松下さんの言霊にふさわしい行動が取れるようになるのか、に悩むことがあります。すごくいいテーマを選んでくれたね。ハミルさん、確かに、失敗をした時って、自分を責めたり、どうしていいかわからなくなったりすることが多いよね。でも、松下幸之助の考え方は、失敗は次へのステップとして捉えるところに特徴があるんだ。失敗を次へのステップですか？どういうことなんでしょう？松下幸之助はこう考えていたんだ。失敗をしたら、その原因を分析し、学びを得ることで、次に成功するチャンスが広がる。つまり、失敗をただのマイナスじゃなくて、成長するためのヒントだと捉えるんだ。失敗をプラスに変えていくということですね。でも、自分の失敗を直視するのって、結構辛いですよね。その気持ち、よくわかるよ。だからこそ、松下はまず自分で責任を取ると言っているんだ。責任を取るって、誰かに謝るだけじゃなく、自分が次に何をすべきかを考えることでもあるんだ。これができれば、辛さを乗り越えやすくなるんだよ。責任を取るって、自分で次のアクションを見つけること、ちょっと新しい視点ですね。でも、具体的にはどうしたらそれができるようになりますか？松下の方法を参考に3つのステップを紹介するよ。1、失敗の原因を冷静に見つける。感情的にならず、何が原因だったかを考えるんだ。これは事実を受け止めることから始まるよ。松下もソケット製造の初期に何度も不良品を出したけど、何が問題だったのかを冷静に追求したんだ。2、次に生かす具体策を考える。同じミスを繰り返さないためにどんな改善ができるかを考える。例えば新しい技術を学ぶとか、計画をもっと細かく立てるとかね。これも松下が常に言っていたことだよ。3、行動を恐れずに再挑戦する。最後に改善したら行動を起こしてみる。失敗を恐れず、一歩ずつ進むことで次は成功に近づいていると信じることが大事なんだ。なるほど。冷静に原因を探して、具体的な改善を考えて、再挑戦する。松下さんの言霊は、
ただ責任を取るだけじゃなくて、その先の行動につながる考え方なんですね。そうだね、ハミルさん。松下幸之助の人生は、自ら責任を取るものだという言葉には、単なる反省じゃなく、自分の力で成長していこうという前向きなメッセージが込められているんだ。だから、失敗した時には、この言霊を支えにして前を向いてほしい。今日の話を聞いて、失敗しても落ち込んで止まるんじゃなくて、次はこうしようって切り替えていけるような気がしてきました。失敗も怖くなくなりそうです。見てくださっている皆さん、他にもディスカッションテーマが2つありました。他にも話したいことや私へのアドバイスがあれば、ぜひコメント欄でお聞かせください。ありがとうございました。皆さん、ここまでご覧いただき、本当にありがとうございました。ここでもう一度問いかけます。自らの人生に責任を持っていますか？今回の動画では、松下幸之助の言霊、人生は自ら責任を取るものだについて考えました。失敗してしまった時、それを成長のヒントとして受け止め、冷静に原因を見つけ、改善策を考えて再挑戦する。松下さんの言葉には、こんな前向きな生き方が込められていました。私たちも失敗を怖がらず、自分自身の責任を果たしながら、より良い明日を目指していきたいですね。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そして、コメント欄であなたの考える責任の取り方について、ぜひ教えてください。それでは、良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊も、あなたの心に響け。